皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田総裁誕生のニュースを取り上げていこうと思います。自民党総裁選の開票が行われ、岸田さんが勝ったよという結果から言うと、あっという間に終わるわけですが、しかしその中身を分析すれば、今後の政治がどのような方向に行くのか、その点についても考えを深めることができます。なぜならば自民党総裁選というのは議員票とともに党員票の存在があり、このバランスによって最初の投開票が大きく運命を左右するからです。それこそ私は今回の自民党総裁選においては高市早苗さんの政策が一番いいですよという話をしてきました。ですから高市さんが最初の投開票で1位、2位どちらかに入ることができれば、私は十分に決選投票で勝つことも可能だと考えていました。ただし、あくまでも決選投票に持ち込むことができなければその時点で終わってしまうわけで、今回はそうした意味では第3位にとどまってしまったというのが現実です。しかし、今回の自民党総裁選のその分析を進めていくと、少なくても全く未来に希望がないかといえばそういったわけではないという話もしていこうと思います。それではまずは自民党総裁選どのような内容になっていたのか、まずは簡単におさらいをしていきましょう。自民党総裁選1回目の投開票の結果がこちらです。議員票では岸田さんが1位、2位が高市さん、そして河野さんは3位にとどまっていました。一方で党員の算定票というものがあるのですが、こちらは事前の世論調査と似たような傾向を示して河野さんが第1位、そして私にとってはちょっと意外だったなと思うのがこの岸田さんの110票結構取ったなという思いです。そして高市さんは党員票3位に甘んじる形となっています。この合計値を見ていくと、岸田さんが最初の投開票では1位の256票、そして河野さんは2位にとどまりました。この時点で決選投票の2人が決定し、高市さんと野田さんの落選が決定しました。議員票の行方については、党内の実力者たちが動いていたことが伝えられています。例えば安倍さんはかなり猛烈な電話攻撃を仕掛けていて、これに動かされた議員もたくさんいたと言われています。しかし、私のチャンネルではこうした裏舞台については調べることができないので、あくまでも分かっているデータから解析を進めていきましょう。そして分かっているデータというのは党員票の獲得率です。河野さんが世論調査の通りに 44% を取りました。ただしこれは事前の評価としては5割を超えるかもしれないと言われていたので、どちらかというと事前予想よりは下がったと言われているものです。ただしこの 44% というのもインターネット上ではこれほど多くの人たちは実際には支持していないんだと主張する人たちもいましたから、現実とインターネットの世論の差というものをどのようなものであるか、その点についても解説を行っていきます。さて、党員票の 44% を取った河野さんという状態なわけですから、その他の候補者がどの地域において党員獲得率が高かったかについてもご紹介しておきましょう。岸田さんは青森県、山形県、山梨県、広島県、山口、香川県など7県で1位を取りました。高市さんは奈良県で1位、野田さんは岐阜で1位、そして上記に挙げられた場所以外は河野さんが地域別1位を獲得しています。そして決選投票に進めなかった高市さん、野田さんの票については、それぞれの地域において2位になった人物といったものが決選投票へと移されることとなります。そして第1回の投票において過半数に達している人物がいませんでしたから、決選投票へと進みました。岸田さん、河野さんの2人の獲得票はこちらの通り、岸田さんは国会議員票249票、都道府県票8票、合わせて257票で河野さんを上回って勝利しました。河野さんは国会議員票が131票、都道府県票39票、合わせて170票です。こちらは党員票の比重というものがずっと下がったので、とにかく純粋に国会議員票というものがものを言う世界となっています。ただしここで一つ注目してもらいたいのは、河野さんの国会議員票というものは1回目の投票よりも45票増えています。この45票というのは、例えば野田さんが決選投票に出ないことによって浮いた票が全部入ってきたとしても、この45票には届きません。つまり一部の国会議員は、例えば党員票が多いイコール次の選挙において河野さんの方が良いだろうと、そう考えた国会議員もある程度は河野さんに票を入れたということです。まず最初に皆さんに数字の面から今回の総裁選について分かることをお伝えしました。
そしてこのことと実際に起きていることの間にはいろんなところで情報として埋め合わせをしなければならないことがあります。例えばインターネット上においては今回の投開票の前であれば高市さんに対する支持というものが熱狂的に様々なところで発生していました。ですからインターネット投票などを行えば圧倒的な票数をつけて高市さん1位という結果になり、そして河野さんの支持率というものはそれほどでもないよという結果の方が圧倒的に多く見られたのです。そしてこのことから世論調査などと実態は全くかけ離れているんだという指摘をされる方もいました。しかしこの点については私は注意しなければならないと思っています。なぜならばこうした現象というものはしばしばインターネット上では起こってしまうからです。このような現象についてエコーチェンバーという説明がされることがあります。この用語それ自体は別に覚える必要はありません。どのようなことが起こっているか、そのことについて知っていれば十分です。では一体どのようなことが起こっているか、それはインターネット上では基本的には自分に近い意見の人たちがより集まりやすい傾向にあるからです。これはインターネットの特性で、Twitter にしてもそうなのですが、自分と全く意見の異なる人、反対の意見の人の声というものを積極的に自分から聞きに行こうとはあまり多くの人は思いません。自分と意見が近い人もしくは賛同できる人を追いかけていく、もしくは連なっていく、周りに集まっていくといったことが多くの人の取る行動なのです。そしてインターネットはそのことについてどちらかというと推進する方です。例えばツイッターであれば、あなたのフォローしている誰々さんがこういったツイートをしていますよというのを紹介することによって、私もそう思うといいねボタンを押したりもしくは他の人にも回したりもするのです。ですからインターネット上で高市さん支持者が多くなっていることは、まさに高市さんの政策を聞いて、この人だったら任せられると考えた人たちがより一層どんどんと自分たちで集まってきた結果として、もう周りの外の世界が全く見えなくなってしまい、もう世の中は全員が高市さん支持のように錯覚してしまったのです。ですから高市さん支持者がいること自体は全く間違ってはいませんし、そのことも事実なのですが、じゃあ社会全体、日本国民全体がそうなのかというと、そういったわけでもないのです。例えば世論調査が全く間違っていると指摘していた人たちというのは、そうしたエコーチェンバーの内側になっていて、もう外の世界がなかなか見えない状況だったからそう言っているだけであって、現実には世論調査というのはある程度この党員獲得率から見ても正しかったことが証明されています。この状況というものを理解するために必要なのは現在の高齢化社会です。そもそも自民党員の平均年齢は60歳以上、いわばほとんどの人が定年退職を迎えた人たちであり、これらの人々を中心となって自民党の党員となっています。そして世論調査を行いますよといった時には、基本的には電話番号をランダム作成し、いろんなところにかけまくった結果として、これだけ情報が積み上がったな、よし、統計学的に問題ないなというところで集計を発表するわけです。こうした世論調査のやり方といったものがまさに現代の若者たちとは全く噛み合うものではありません。例えば現代社会の一つのニュースとして、若者たちはもう電話番をするのがとても嫌で困っているといったニュースなどが流れることがあります。これはスマートフォンが連絡手段として機能しているのですが、実際に電話をして話し合いをするのではなく、あくまでも自分の好きな時間に好きな相手に気軽に話しかけることができる。しかもそれはあくまでもテキストベースのものに過ぎないという時代の繁栄だからです。そのような人たちにしてみれば、世論調査で電話がガンガンかかってきたとしても、知らない電話番号を取ることもなく、そのままスルーする人の方が圧倒的に多いでしょう。ですから世論調査というのは、それこそ自民党の党員の年齢層ともちょうど合致する形で結果が出てきますから、河野さん支持者が多かったというのも決して嘘ではない話なのです。そしてこの高齢者の人たちの一つの特徴として私が指摘しているのは、圧倒的なテレビ視聴率の高さです。現在のテレビについてはもうオワコンだ、終わったコンテンツだというふうに話す人が多いわけですが、しかし高齢者層の人たちにしてみれば未だ健在なメディアです。高齢者の人たち、特にもう働いていない人たちにしてみれば、テレビはもう一日中つけていることも多いものですから、一般的な話としても若者世代よりも圧倒的にその視聴時間も長いものになっています。そしてテレビの一つの問題は、こうした非常に情報を垂れ流している中においても、偏った情報といったものや、もしくは断片的に切り取ってやたらと刺激的なものとして仕上げる、そういった傾向というものが見られます。これは視聴率を意識して
仕方ない面はあるのですが、しかし悪影響も多く出ていることは皆さんもご存知なはずです。そしてこのようなテレビばかり見ている人たちにしてみれば、よくテレビで取り上げる議員の人たちというものは、いわば顔なじみの人物であり、良くも悪くも極端に、この政治家はいいなという期待をしたり、もしくはこの人はもうダメだという徹底的な批判へと偏りがちになるものなのです。最近の例を挙げれば、例えば菅政権に対する圧倒的な批判の声が高まっていく状況というのは、それこそテレビが作り上げたものだと私は思っています。私は政策についての評価をするときは総合評価といったものをよく口にしています。それは0か100だけで評価を下してしまうと極端になってしまい、物事をよく見ることができなくなってしまいますよという話をするのですが、この1年の報道というのは、菅政権に対しては徹底的に叩きまくるという方向で集中していたように思います。ですから、こういったことをやりましたよかったねなんていう話はほとんどしません。福島原発の処理水の放出を決定しましたよなんていう話は、まずほとんどのところが取り上げることもなければ、功績として話題にすることもないのです。そうした事情の上で知名度を大きく伸ばしてきたのが、今回の総裁選では河野さんがこれに当たるわけです。安倍政権時代、そして菅政権時代に様々な大臣の仕事をしてきたわけですから、当然のようにテレビにはよく出てくる顔であり、仕事を頑張っているなという評価をする高齢者の人たちが多くなる。そしてそのことがまさに自民党の党員票を獲得することへとつながってきているわけです。そして全くの裏返しの話として、高市さんはじゃあ大臣としてどんな仕事をしてきたのかと言われると、多くの人たちにしてみれば知名度がないなという話になってしまい、今回の総裁選においても大きく伸ばしてきたといった話はできるものの、元からの知名度が少なすぎて残念ながら決選投票に残れなかったという結末になってしまったのだと私は思っています。しかし元からの全くの知名度が低いところからのストアットだったと考えれば、今回の高市さんの獲得票というのは明らかにものすごい成果を上げたと言えます。ですから岸田政権が誕生し、高市さんが政権内部もしくは党の重要な役職についてテレビで取り上げられることが多くなり、知名度が高まってくれば、私は次の総裁総理といった面も十分にあると考えています。ですが希望を捨ててはいけません。政権内部に入るのであれば、対中国政策のことを考えて外務大臣のようなポストが良いかもしれませんし、また党をまとめ上げていく上で経験として必要な自民党内部の要職に就くというのも一つの手でしょう。どちらにしても高市さんは今回の総裁選で議員獲得票が2位だったというこの事実があるのですから、岸田さんもきっと何かしらの職で重用するはずだと考えています。そして高市さんが重用されるということは、高市さんの政策の影響もある程度政権に及ぼすことができるという意味で、岸田政権が悪い方向に行かないようになってくれたらいいなと、少しは良い影響を期待します。そして話の最後にはなりますが、岸田さんが総理になった時についてのお話をしておきましょう。今回の総裁選において岸田さんはどちらかというと埋没している存在だと私は思っていました。何しろ政策論について具体的な話をし始めると、まるで周りの目を気にして敵を作らないようにしているのかなと思うぐらいに、政策の尖ったところがなかなか出てこなかったからです。総裁選に出馬するその最初においては、二階さんを外す、そういった幹事長職についての言及などがあって期待はされていたのですが、それが本当に実施されるかどうかについては要注目です。あくまでも二階さんを外したかっただけなのか、それとも制度そのものをちゃんと変えたかったのか、その点については今後の自民党の運営においても非常に重要な話となります。そして岸田さんは話を聞くぞというところを一つのアピールポイントとして挙げていました。この手帳には皆さんからの話を聞いていろいろな政策についてメモを取っていますなんていう話をしていたわけですが、この人の話を聞くというのは別に悪いことではありません。よく人の話を聞くことによって、この人は私の話を聞いてくれる、そして私の望むことをもしかしたら政策に反映してくれるかもしれない、そういった期待を抱かせることによって仲間や味方につけることは一つのやり方として存在しているからです。ただしここで一つ問題点があります。それは話を聞きすぎることによって優柔不断に陥ることがあれば、それは岸田さんの政権だけではなく日本の未来にとっても非常に大きな波乱要因となってしまいます。また人の話を聞くよといったことからどのような専門家を重用するかについても非常にこれもまた大事な話で、もし変な人の話を積極的に聞くようになってしまえば政権全体についてもおかしな方向へと向かってしまうことになる。そういった意味においてこの人の話を聞きますよ、みんなの声をすくい上げて政権に生かしますよというのは、実は
良い面もあれば悪い面もあり、そして悪い面に行けばそれはまさに修具政治の権限のような存在になってしまうのです。岸田政権が誕生した時においてはどのような閣僚の顔ぶれになるのか、そして党の要職には誰がつくのか、さらにはどんな政策を掲げて選挙に臨んでくるのか、そういった点について今後も要注目だと私は思っています。そのことを見ておけば日本がどのような道へと進んでいくか、その方向性がどう変わっていくのかについてもある程度予測がつくからです。自民党総裁選が終わりました。皆さんは今回の選挙結果についてどのような感想を持ったでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった方は評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。